はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。2020年6月17日、新型ハリアーついに発売されました。私自身もね、新型ハリアーハイブリッド Z レザーパッケージを購入してですね、納車待ちなんですけれども、一足早くね、私も購入したネッツ東埼玉さんの工場に入庫したところ、撮らせていただきました。ありがとうございます。こうやってね、キャリアカーから降ろされる新型ハリアーをね、見れるのもなかなか貴重じゃないかと思うんですけれども、今回の動画ではですね、この新型ハリアーの実車を見ながらですね、私が新型ハリアーを購入した6つの理由っていうのをね、まとめてみたいと思います。まずですね、私が新型ハリアーを購入した理由の1つ目なんですけれども、デザインが想像以上にかっこよかったってことですね。やっぱりね、車を買う上で見た目はね、重要な要素ですからね。先代ハリアーもなかなかかっこよくて売れていたんですけれども、今回のね、新型ハリアーのデザインがね、トヨタのホームページから発表された時はね、これ一目見てね、売れるっていうね、確信があったので、もう速攻ね、予約ができるようになったら、見積もりを作って、予約をしたという感じなんですけれども、今回ね、初めて実車を目の当たりにしましたが、いやいや、なかなかかっこいいんじゃないでしょうか。先代ハリアーをね、正常進化させたような、デザインになっていますけれどもね、フロントマスクなんかはね、より切れ長になったヘッドライトと、ハの字に開いたロアグリルが特徴的ですよね。こちらの車両は話題のね、プレシャスブラックパールという黒なんですけれども、55,000円のオプションがかかる優勝カラーですね。私もこの色にしました。中間グレード G 以上に装備されるヘッドライトは2つの L 字型のポジションランプ兼デイライトがシームレスに光るのがとても綺麗ですよね。で、気になっていたウインカーなんですけれども、流れないですね。このようにポジションランプが反転するタイプとなります。そしてアダプティブハイビームシステムも搭載されています。そして先代までのハリアーでは中央のエンブレムは鷹の一種である中飛がモチーフになっていましたが、今回の新型からはですね、普通にトヨタマークになりました。これをね、惜しむ人は結構いるみたいですね。そしてロアグリルもメッキされていて、ここにはね LED の、フォグランプがついています。そしてね、細かいところなんですけれども、ここにあるね、ダクトなんですけれども、通常ね結構こういうとこダミーが多いんですが、新型ハリアーではちゃんと、ホイールハウスの方にエアが抜けるようになっていると。真実の枝が通るやつですね。これはいいなと思いました。続いて新型ハリアーサイドの方に回っていきましょう。新型ハリアーのボディサイズは全長4740、全幅1855、全高1660と、先代ハリアーと比べて全長で 15mm、全幅で 20mm、全高でマイナス 30mm となっています。で、ホイールベースは 30mm 延長されています。先代で長すぎたフロントのオーバーハングが 5mm 削られて、ホイールベースがね長くなったのは朗報ですね。そしてね 30mm 低くなったルーフのおかげで、クーペスタイルの SUV とね呼ばれるにふさわしいスタイリングになっていると思います。そしてこちらの車両はね、ガソリンの Z になるんですけれども、19インチアルミホイールがついていますね。おろしたてほやほやなんでね、ホイールの中央にトヨタマークのキャップがまだついてないですね。そしてミラーなんですけれども、こちらはねパノラミックビューモニター、装着している Z なので耳たぶミラーなしと。で、ここに、サイドカメラがついていますね。で、残念ながらパノラミックビューモニターは Z にだけ、オプションで装備できます。そしてアウターハンドルはねメッキされていて、 B ピラーも、ピアノブラックになっていると。この辺のね質感も良いですよね。高級車前としています。そしてね、サイドウィンドウのグラフィックの周りにはメッキモールがついていてね、リアクォーターウィンドウもついているのでガラスエリアも広いです。で、個人的にはね、新型ハリアーリアビューがねかなり好きですね。このリアコンビネーションランプの部分を突端にリアがね内側にえぐれているのがわかるでしょうか。ここがねなんかスポーティーでかっこいいなと思うところなんですよね。分かってもらえる、共感していただける方はね、いいねボタンを押していただけると、嬉しいです。そしてね、左右つながる形になったリアコンビネーションランプも特徴的ですね。で、こちらの、Z はですね、ハイマウントストップランプがロングタイプになっています。そしてね、このサイドまで回り込んだリアコンビネーションランプのおかげで、サイドビューも引き締まっていますね。で、シャークフィンアンテナがついています。ワイパーは見えるタイプですね。そしてリア正面に回ってきますが、トヨタマークを中心に左右にリアコンビネーションランプが伸びていますが、ここ全部赤い部分は光りますね。で、バックガラスのね、ところの後ろの部分が少しねスポイラーみたいな、ちょっとデッキみたいになっているのがねかっこいいかなと思っています。そして、下の方を見てみますが、ここクリアになっていますけれどね、ここがなんと、リアウインカーなんですよね。これ意外でしたね。ちょっと位置低すぎやしませんかっていう気はするんですけれども、これね実際乗ってみて後ろの車がウインカー気づくかどうかちょっと不安なところでもあります。さらにですね、バックランプがここが光るんですね。ウインカーの隣が光ると、これもちょっと位置低すぎやしませんかという気はするんですけれども、これもね実際納車されたら、試してみたいところですね。
そしてマフラーはダミーとかではなくね、ちゃんと機能性のあるオーバルのものが2つ左右についていますが、ちょっと気になるのはね、ラブ4同様に中にね、パイプが見えちゃっていると、その隙間がね、あるのが、ここ、悪い意味で真実の枝が通っちゃうやつですね。ここはちょっともうちょっと見栄えが気にしてもらってもよかったんじゃないかなと思うところです。それにしてもね、総じて新型ハリアーのエクステリアは大満足ですね。これはね、買ってよかったなと思うところです。これ手前にあるのが G グレードですね。ただし、一点だけ注意しなければならないのは、前幅がね、マンションの一般的な駐車パレットの最大幅である 1850mm を超えてしまっているので、その理由でね、購入を諦めざるを得ない人もいると思います。マンションなどに住まれる方はね、駐車パレットのサイズをご確認の上、新型ハリアー検討されてみてはいかがでしょうか。続いては新型ハリアー購入した理由の2つ目なんですけれども、2020年時点ではレクサス SUV 以上に優れた基本性能ということですね。3代目ハリアーではレクサス NX と同じ海外の昔のラブ4と同様の古いプラットフォームを使って作られていましたが、4代目となる今回の新型ハリアーでは TNGA トヨタニューグローバルアーキテクチャーというね、トヨタのもっと良い車作りの根幹をなす新しい世代のプラットフォームが採用されています。 TNGA 採用前のトヨタ車と比較すると乗り味は大幅に良くなっていて、ボディ剛性なども増強されています。新型ハリアーではね、先代に比べてボディ剛性が 1.78 倍にもなっているということですね。私も乗っているレクサス RX とか以前乗っていた NX なんかはまだこの TNGA のプラットフォームを導入する前のモデルなので、その点でもね、新型ハリアーの方が新しくなっています。さらにパワートレインにおいても新型ハリアーではね、TNGA 以降の新しいものが採用されています。まずハイブリッドですが、ラブ4と同じ 2.5 リッターダイナミックフォースエンジンとモーターのパワートレインとなっています。カムリとかね、レクサス ES でも採用されている同じものなんですけれども、新型ハリアーではね、なんとリチウムイオンバッテリーを新しく採用しています。ヤリスのハイブリッドでも採用されていますが、従来のニッケル水素バッテリーに比べて小型軽量化できて、モーターの立ち上がりの力強さにも寄与しています。そしてガソリンモデルでもこれまたラブ4同様の2リッターダイナミックフォースエンジンとダイレクトシフト CVT を採用しています。これはね、レクサス UX と同じなんですけれども、私ね、ラブ4の GZ パッケージというね、2リッターガソリンモデル乗っていましたが、これもね、高速巡航などではね、かなりダイレクト感と、低回転でトルクもあるエンジンとパワートレインになっていて良かったのでね、それが新型ハリアーのガソリンモデルにも採用されるということで、期待できるんではないでしょうか。ただね、先代ハリアーであった2リッターターボエンジンは廃止されてしまっているのは惜しむ声も結構多いですね。このようにですね、レクサスの SUV では UX 以外ではね、未だに TNGA のプラットフォームも採用されておらず、さらにパワートレインに関しても UX 以外ではダイナミックフォースエンジンも採用されていないし、THS2 というね、ハイブリッドシステムも古い世代のものになっているので、高速時のね EV 走行ができないハイブリッドになっているっていうところもね、ハリアーに比べて劣っている部分ですね。本当 UX 以外のね RX とか NX はハリアーに完全に置いていかれてしまった感があるほどですね。続いて新型ハリアーを購入した理由の3つ目なんですけれども、内装の質感がレクサス以上と思えるほど良いっていうところですね。で、今回初めて新型ハリアーの内装を拝見したんですけれどもね、こちら Z のレザーパッケージついていないものになりますが、内装の質感良いですね。この辺もソフトパッドになっていますし、パイピング処理しているところ初めて見ましたが、糸がね織り込まれているかのようなかなり細かいマテリアルになっていました。そしてこの辺もね合成比較で覆われていますし、サテンメッキのね加色もしてあります。そしてねグリップ部分のところもねフェルトが置かれていますし、ウィンドウスイッチのところねメッキ加色されていますね。でこちらブラックの内装ですけれども、ここねレザーパッケージついていないものでもねこれちょっとひんやりとしたねフィルムが貼られていて良かったです。さすがに下の部分はハードプランになっていましたけどね、本当に質感良いんですね。そしてフロントグリルからなくなっていた中皮のロゴはここにありますね。そしてインテリア前景なんですけれども、これもねレクサス以上と思える内装の質感になっていますね。ステアリングホイールだけは他車種からの流用になっているのでここだけ浮いて見えますけれども、メーターもね2眼タイプの中央に7インチの液晶がありますし、トヨタでは最大サイズとなる 12.3 インチワイドのナビ画面、これも巨大ですね。そしてエアコンもね Z では静電式のタッチパネルになっていますし、馬の蔵をイメージしたというねセンターコンソール、ここ全て合成比較が貼られていました。恐るべしハリアーって感じですね。でね、電動パーキングブレーキとブレーキホールドついていますね。私もこれで安心して買えます。そしてねこの馬の蔵をイメージした部分なんですけれども、これね全部ソフトパッドですからね、これ恐るべしって感じですね。ハードプラむき出しなんてところはねほとんどなくてですね、これほんとレクサス以上と思ってしまうところですね。
比較用にこちら、レクサス NX ですね。ハリアーと同クラスの SUV になるんですけれども、今見るとね、ちょっとね、古臭さは感じますよね。で、ボタンも多いですし、ハードプラ、剥き出しの、パネルの部分も多いです。そしてね、エンジンの始動時はこんな感じにオープニングアニメーションがあります。ハリアーってロゴが出ますね。で、7インチの液晶。ここはね、クラウンとかと同じサイズですね。そして、12.3 インチワイドのナビ画面。これもね、レクサス NX や UX より大きいですからね、RX と同じサイズになります。そしてね、細かいところなんですけれども、センターコンソールのところね、ここアンビエントライト仕込んであったり、こういうところもね、レクサス以上かなと思えるところですね。で、こちら、Z には JBL のサウンドシステムついているので、スピーカーのところにね、オレンジのラインが入っていたり、こうラゲッジね、見てみますけれども、ラゲッジのね、ところにもね、大きなね、スピーカーがついていますよね。これウーハーついてますけれど、ここにもね、JBL のロゴがついている。これもね、なかなかね、物欲をそそりますよね。そしてね、細かいところですけれども、Z にはですね、ラゲッジのフロアのところにこういうね、金属のパネルがつきます。これもね、レクサスでもあんまりないですからね、こういうの。で、AC の電源があって、ラゲッジランプもなんと LED になっていると。そしてね、細かいところなんですけれども、ラゲッジボードのね、これ取っ手の部分、ここもね、合成比較になっていると。芸が細かいなと。で、中開けるとこんな感じなんですけれども、驚いたのがね、このボードの裏側ですね、ここ、吸音材がね、引いてあると。こういうところもね、レクサス以上かなと思ってしまったところですね。事前のイメージ画像を見ていてもね、質感高いと思っていましたが、実写を見てね、なおさら驚きましたね。細かなね、こだわりを感じる内装だったので、これはね、所有満足度は高いと思います。続いて新型ハリアーを購入した理由の4つ目なんですけれども、国産車では最高レベルに充実した装備の数々ということですね。新型ハリアーでは他のトヨタ車にもなかったような新装備や、私が乗っていたラブ4でもね、喉から手が出るほど欲しかったあの装備なども用意されています。まず一つ目なんですけれども、トヨタ初となる全後方録画機能付きデジタルインナーミラー採用。これはニュースですね。で、デジタルインナーミラーは今まででも他の車種でも採用がありましたけれども、新型ハリアーには前方後方の画像を録画できる機能が追加されたものが採用されました。で、車両の前方と後方を映す画像をデジタルインナーミラーに SD カードスロットが内蔵されていて、そこにね SD カードを入れると録画できるとのことです。これでね、ドラレコいらずになるんじゃないかと思われます。あくまでね、簡易的に録画できるってことなんで、画角とかね、画素数とかは、最新のドラレコの方が良いかと思うんですけれども、転ばぬ先の杖としてね、こういうのがね、標準でついてるっていうのはね、ありがたいですよね。しかも、中間グレードの G 以上に標準装備ということでね、装備のね、標準化も進んでいくんじゃないかと思います。で、続いてはね、パノラミックビューモニター採用ということですね。これがね、ラブ4で喉から手が出るほど欲しかった装備なんですけれども、ラブ4のね、日本初期仕様ではですね、パノラミックビューモニターの用意がなくてですね、補助ミラーのね、耳タブみたいなやつが、強制装着となっていたので、パノラミックビューモニターをつけることで、この、ね、補助ミラーが外れるので、見栄え的にね、これね、ない方がスッキリしてるんで、これつけたかった装備なんですよね。新型ハリアーでは、上位グレードの Z にのみパノラミックビューモニターが装備できるというね、ちょっとこの辺はね、ユーザー本位ではないかなと思うところではあるんですけれども、つけられるので、上位グレードの Z を選んでオプションつければ、この耳タブミラーが外れるということになります。残念ながらね、G と S では耳タブミラー強制となりますので、Z とのね、差別化が図られているという形になります。ヤリスとかね、ヤリスクロスなどでは、全グレードにオプション設定されているので、こうした安全装備はどのグレードでもね、オプション設定にしてほしいなと思うところではあります。続いてはですね、快適温熱シートプラスシートベンチレーション採用ということですね。これも個人的には嬉しい装備なんですけれども、先代のハリアーでもね、上位グレードには採用があったシートベンチレーション、こちらも新型ハリアーで採用されています。快適温熱シートはいわゆるシートヒーターのことで、シートベンチレーションとは、シートにファンがついていて熱気を吸い込んで冷やしてくれるという装備、いわゆるシートクーラーみたいなもんですね。夏場は本当に重宝します。ただし、こちらのね、シートヒーターとシートベンチレーションは、Z と G グレードに用意されるレザーパッケージという本革シートと抱き合わせになっているので、こちらをね、30万円でオプション装着しないとついてこないということになります。今回見てきた車両はレザーパッケージがついていなかったので、シートヒーターもシートベンチレーションもレザーシートもついていなかったということですね。私が購入したのには Z レザーパッケージなのでついているということで期待したいと思います。そして次は超高パノラマサンルーフ初採用ということなんですけれども、トヨタやレクサスでも初となる超高機能付きのパノラマルーフが採用されます。これね、今回車両にはついてなかったんですけれども、
この超高パノラマサンルーフはですね、障子のようなすりガラスのね、不透明な状態と、普通のガラスのような透明の状態をスイッチ一つで瞬時に切り替えられるパノラマルーフとなっています。しかもね、透過と調光は一瞬で切り替わるそうで、それもね、未来感がある新しい装備ですね。早く見てみたいです。で、調光時にはですね、障子のような柔らかな光になるということで、それもね、上質感がありそうですよね。もちろん電動サンシェードも備わっていますので、明るくしたくないという時はね、それを閉めてしまえば、完全に遮光されます。ただし残念なことにですね、ルーフの開閉機能はありません。そしてこちらの超高パノラマルーフは上位グレードの Z にのみオプション設定となります。G と S では普通のねムーンルーフも設定されていないので、サンルーフ系は一切つかないということになります。なのでね、必然的に私も、Z のレザーパッケージを購入したという形なんですけれども、レクサスにもね、トヨタにも採用がない新装備がね、山盛りについているというところもね、新型ハリアーの物欲がそそられるところなんですよね。続いて新型ハリアーを購入した理由の5番目なんですけれども、最新の安全装備と運転支援がついているということですね。私は常日頃からですね、電動パーキングブレーキとブレーキホールドがない車は買わないと決めていますけれども、新型ハリアーではね、それらがもちろん標準装備となっています。で、電動パーキングブレーキとブレーキホールド、何がいいかというとですね、ブレーキホールドボタンをオンにしておけば、信号停止時などにブレーキペダルから足を離しても停止状態が保持されると。これはね、一度味わってしまうと、もはやね、なしの車には戻れないほど快適なんですよね。そして新型ハリアーでは安全装備として進化したトヨタセーフティーセンスが採用されます。そしてね、RAV4 では採用がなかった対向車や先行車の部分だけ遮光してくれるアダプティブハイビームシステム。こちらもね、ベースグレード S 以外に標準装備となります。さらにですね、意外と知られていないんですけれども、駐車をする際などにですね、ゆっくり走っている時に壁とかね、電柱とか看板など静止物に対して緊急ブレーキが作動してくれるインテリジェントクリアランスソナー、パーキングサポートブレーキと言われているものが全グレードで標準装備となっています。壁とかね、電柱に対してブレーキを踏んでくれる機能って他のメーカーではね、意外と採用が少ないので、これはね、本当ありがたい装備ですね。で、運転支援装備としては、高速から完全停止まで全車速域で作動するレーダークルーズコントロールや、レーンの中央を維持するようにステアリング制御まで行うレーントレーシングアシストはもちろん採用されていますけれども、さらに新型ハリアーではブラインドスポットモニターと連動して、斜め後方に車両がいる際に車線変更をしようとすると、車線逸脱抑制制御が働くようになりました。これもね、トヨタとして初の装備となります。こうした昨今求められる安全装備や運転支援装備がついているのは購入するにあたっての必須要件でした。新型ハリアーではライバルと比較しても最新のものが装備されているので、間違いなくおすすめできる車となっています。そして新型ハリアーを購入した理由の6つ目、最後なんですけれども、リセールが超絶期待できるということですね。新型ハリアーはね、売却する際でもね、オーナー思いの良い車ということですね。というのもハリアーでは今までも売却時の価格もかなり良かったんですよね。で、今回のハリアーでもおそらく同様に人気のモデルとなるでしょうから、リセールもかなり期待できます。私が購入したね、ネッツ東埼玉さんの、残価設定クレジットではですね、5年目の残価率がなんと驚異の 43% となっています。これはね、レクサス RX の 39% をも超えた残価率で、これよりね、しかも高く売れる可能性もかなりあります。もちろん不人気なグレードやボディカラーを選んでしまったらその限りではないんですけれども、上位グレードでね、ボディカラー白とか黒とかだったら間違いなく査定も高いと思われます。例えばね、ハリアーより安い車を買っても不人気車だとね、下取りも悪くなって売却まで含めたトータルコストだと割高になることも多々あります。そうしたね、リセールまでを含めたトータルコストを考慮してもハリアーはとても優秀な車と言えます。やっぱりね、トヨタはね、リセールが強いです。私も購入する要素としてはリセールの良さを必ず考慮します。新型ハリアーはね、リセールの面でもおすすめの1台と言えますね。といった感じでね、私が新型ハリアーを購入した6つの理由を挙げてみましたが、あなたの物欲を刺激できていましたでしょうか？欲しいと思った時が買い替え時ですよ。今回はね、速報的に内外装のレポートを簡単にお届けしましたけれども、またね、じっくり Z と G の違いなんかとかもね、内装レポートなんかもやっていきたいと思いますので、新型ハリアーご興味ある方はチャンネル登録ぜひお願いいたします。今回取材に協力いただいて私も購入しているネッツ東埼玉さんでは、ウェブからの予約で Amazon ギフト券がもらえる市場キャンペーンを2020年7月10日から8月30日まで開催しているということなので、詳しくはキャンペーンサイトの URL を下の詳細欄に貼っておきますので、見てみてはいかがでしょうか。それでは買いたいあなたの背中を押すチャンネルワンソクチューブ、次回もお楽しみに。